杉田智和アジルスチャンネル。角川書店さんのね、少年エースの話をしようと思います。少年エースの創刊の目玉としてガンダムやらマクロスやらがある中、キングオブファイターズの漫画があったんですね。やっぱり格ゲーも当時一番ハマってたんで、 KOF94 の漫画まで始まるのか、やったねって言って見たらですね、まあそのカオスな展開ぶりにですね、私は感動いたしましてですね、主人公がまず草薙京じゃないんですよ。テリー・ボガードなんです。なんで画廊伝説の人が主人公なのって。それも新行寺先生単行本の終わりかなんかに書いてて、新規主人公では作品が立たないからみたいな理由で、経験値とその知名度のあるテリーを主人公にしましたっていう編集さんと相談して決めたみたいなこと書いてあって、でも脇役じゃないのよ。いわゆるダークヒーローみたいな感じでライバルっていうポジに、なんかこうキングオブファイターズに際して新進気鋭のヤバい奴らが出てきたっていう、招待状もポッて握りつぶすし、相手をこうクールに倒した上で上から目線で、もうあんたの時代終わりだよっていう、どっちかっていうと悪いやつとして描いてんのね、今日のことを。ただ悪人じゃなくて、いわゆるこうシニカルで現代っ子なライバルとして描くっていうのは、僕は世の中にいっぱいあるその KOF の草薙京って言われるものを描く中で一番キャラに合ってるイメージはやっぱり新行寺先生版のその草薙京なんじゃないかなって。パオマガジンでやってた京の漫画も目がすごい綺麗な顔をしてて正統派主人公なのね。仲間のために俺は草薙流をこう継いで戦うぜっていうね、ポジティブな主人公像と描かれている覇王マガジン版と、それでもなんかいろいろね、KOF 今日ってアドベンチャーゲームが出てたんだけども、なぜ今日がその戦うやる気になったきっかけがあったのかって、いとこのお兄ちゃんがいてとか、そういうのが描いていて割と深いところまで書いてるんだけども、でもそんな中でだよ、やっぱり新行寺先生版が忘れられないな。草薙京像としては合ってるのよ、それが一番。あと小説版と、あとこれだな、これ私物ですけど CD ドラマ版っていうのがやっぱあって、これに至ってはキャストまで違うから、京役は沖合さんじゃないかな、やっぱそうだ。で紅丸が緑川さんってね、結構な豪華キャストなんですけども、今日の声はね、野中正弘さんってゲーム版の方のイメージがやっぱすごい強かったから。おっと実写版の吹き替えの話、そんなしなくていいかな。いやもうあれは草薙京を名乗る謎の外国人なので、草薙京ではないんですよ。はい。だからオリジナルにやらせるわけにいかなかったんです。僕がこの草薙京とともに魔道に落ちてやるって言ってね、当時仕事受けましたけど、受けた後だったんだけどね、責任取ってやりますって。で現場でなんとか今日っぽいセリフを入れようとしたり、いろいろ頑張りましたよ。だって豊島園のイベントコスプレまでして小清水と出たからね。いやー忘れられない。でもあれくらいの頃からやっぱりそのコスプレとかレイヤーさんってものに対しての憧れの念がすごい強くなっていって、自分の愛情を好きっていう気持ちをこう自分で一番体現できるのにコスプレってやっぱ究極かなって思ってたから、だからコッサミとかいろんなイベントに積極的に出たいと思うようになったんだよね。結構きっかけだった。やっぱね、キャラに憧れるとね、同じもの欲しくなるのよ。草薙今日かっこいいなって思った時に、革のグローブと短い短ランと革のベストが欲しくなって、ひどいでしょ？高校にバイクで行くのに革のグローブが必要だっていう大義名分を得てね。いやこれは別に格ゲーのキャラに憧れて僕は革のグローブを買うんじゃないんだ、バイクを運転するからなんだよって言ってね、わざわざここが開いてない革のグローブってここ開いてるでしょ、こうわざわざ開いてないやつを買ったんだよ、指抜きグローブを、革のやつをわざわざカインズホームの横にあったオートアールズで探してあったってなってね、じいさんに突っ込まれても、どうして穴が開いてない方なんだって言ったら、こっちの方がほらなんかこう寒さとかいっぱい防いでくれそうでしょ、指出てんのにね。はい、草薙京のグローブがかっこいいと思ったからです。ゲーメスト通販で、京グローブは、ちょっと恥ずかしくて買えなかったです。ただ草薙京ピンバッジは買いました。丸ゲアで制服の裏とかにつけてたもんな。なんだ中2か、いや本当に中2ぐらいからいたキャラだけど、高校生になってね、短ランはねどこに売ってるか分かんなかったんだよね。周りのヤンキーに聞こうかと思ったけど、その当時ってもうなんかドラゴンアッシュさんとかいわゆるヒップホップのブームが来てて、みんなディッキーズの黒い綿パンにそれをこうめちゃくちゃ下げて履いて、ワイドめというかね、ダボっとしたのが流行ってたから、短ランとかボンタンは見かけなかったのよ。なかったな。ああ、杉田くん、当時ガリガリだったからズボッとしたのがね似合わなかったんだな。で
やっぱりその格ゲーキャラへのリスペクトがあるから、制服の学ランの下にこう革のベストをさらに着てるっていう土中に野郎でしたね。で革のグローブでしょ。やばいでしょ。だってそれを幼稚園から高校まで一緒だった埼玉の親友はちゃんと知ってて、俺は知ってるぜっていう顔で言ってね、じゃあほにゃららベニマルみたいなポジになってくれって思ったけど、おい何言ってんだおいっていきなり金髪であんなに髪の毛立たねえよほほって笑ってたけどね、ちゃんとその後ゲーセンでベニマル使ってくれたからね。いいやつだよ本当に、心底いいやつだ。でも本命はアテナだろって言ったらちげえよってちげえよって言いながらね、本当はジョキャラをやり込んでるの俺知ってんだ一緒にね隣町のキングオブファイターズ96の大会に出たんだよ、埼玉の親友と西田くんっていうのともう一人ね。俺はレオナ使ってサクッと負けて、で埼玉の親友のあれ何使ったんだっけな、で愛を取るか強いキャラを取るかでチンで出ろチンで出ろって言ったのにジジイじゃないジジイじゃないって言ってそうでイオリは西田くんが使うからお前何使うんだって言って、それでなんかこう愛を取るか実力を取るかで揺れてるのすげえ覚えてたな。そう草薙京っていうのはやっぱりそれで当時のその格ゲーキャラの描写としては新しかったんだよね。やっぱり竜とかばあちゃんのアキラとか道を極めるストイックな主人公が多い中、努力っていうのを嫌う今時の子っていう彼女がいてとかね、嫌いなもの努力でおしゃれに気使っていて、で誰かの運命とか世界を救うために戦わないっていう、それは新しかったな。何かのムック本でデザイナーさんのコメントがあったんだけども、今日ってそれを目指して作ったって書いてあったから、やっぱそうだよな。でもテリーってやっぱおしゃれだったけどね。まあでも住所不定無職だけども、テリー・ボガードが乗ってそうな乗り物、ああ無賃乗車の記者かなみたいなねなんだかな。いやちょっとこれちょっとした裏話だけどね、橋本聡さんってね、よくテリー・ボガードの吹き替えを長年やられていた俳優さんがいらっしゃるんですけども、この間なんか東映かなんかにいらしてたみたいで、東映の駐車場って何々様って名前が書いてあるのよ。そしたら橋本さんの車が止めてあったみたいで、中村くんからおいテリーの車が止めてあるぞって言われて、テリーの乗り物なんて無賃乗車の記者かなんかじゃないのって言って、お前ひどいなって言われてねそういうことがあったの懐かしいな。懐かしいってかついこの間の話だけど、でもテリー・ボガード今は近藤くんか。そうだよな、キャスト変わったもんな。その新行寺先生版のキングオブファイターズのキャラクター像っていうのがやっぱ微妙に違うのはやっぱそういうところで、ハイデルンの描写、ハイデルンまずめちゃくちゃ目が綺麗なんだけども、でもルガールっていうそのラスボスのやってることを裏で調査していて、主人公たちの戦いを裏から支えてるっていうのは KOF2000 かなんかの時のエディットチームのエンディングがハイデルンがメインなのよ。裏で実はみんなをこうちゃんと見てたんだって、別で舞台を動かしてたんだって。新行寺先生版もその描写があって、漫画版だと確か1回戦かなんかで負けるんだよね、怒りチームは。ラルフとクラークになぜ隊長はあそこでファイナルブリンガーを必殺技を打たなかったんだって言ったら、わざと負けたっていうのはなぜだったんだろうなと思ったら、裏でルガールのことを調査するためだっていうなんか後で分かるんだけどもね、ルガールと因縁があるからね。その描写はね、新行先生当時からなんかちょっと先見の明があったのかななんて思いました。はい。あとはね、まあ注目するところはですね、まだね韓国チーム、キム・カッファンたちはまだ戦うシーンはいっぱいあったんだけども、アメリカンスポーツチームの扱いです。アメスポチームは総登場数は2ページ半ぐらいです。あれ単行本何巻がある中で総登場数だよ。3人いるんだぜ、アメスポチーム。一番駒の扱いがでかかったのはパワータックルをダイモンに決めたブライアンかなって。はーってぶつけたらその後一発で返されて、どうしたのかな。1ページ半ぐらいで試合が決着して日本チームと戦って、その後ルガールたちの元に向かう時に港かなんかにアメスポチーム3人がなぜかいて、ヘビー D がグッてやってるところしかもう出てこないと思う。それだけって思うんだけどね。あの扱いは何だったんだろうな。あれだけ憤慨してたんだよな当時。アメリカンスポーツチームの扱いの凄さと。じゃあサイコソルジャーはどうだったかというと、やっぱりなんか新行先生基本スケベ女キャラ好きみたいで、なんかアテナも微妙にキャラが違うのよ。いきなりシャワーシーンかなんかから入るんじゃないかな、サイコソルジャーのテーマを歌いながら。でお風呂終わったかアテナってガチャってケンスが入ってきてボコボコにされるんだけど、最終的にはなんかちょっとケンスのことかっこよかったよって言っていい雰囲気になるのね。確か本編だとアテナとケンスの関係って一向に進展しないんだよ。そうだからね、ちょっとだけなんかこういい感じのラブコメカップルになっててね、まああれはあれでいいのかななんて思った。じゃああとは何チームだ。あとはイギリスチームか。まあマイ、ユリ、
キング。極限流チームは3枚目みたいな扱いを受けてて、なんかすごい動かしやすいんだろうね。あとユリとやっぱりリョウが兄弟であるっていうところと、なんで同じチームじゃなかったんだっていうところも結構面白い要素の一つだから。で画廊チームからはぶられたマイがクソって言って腹いせで組んだのがやっぱりそのイギリスチームっていうね。それでキングが参加してっていうのが、実質上ヒロインチームだよ、イギリスチームは。だからプライベートな描写もいっぱいあって、3人でなんかブラジャーがなんか買いに行く話があって、しょうがないなあいつらはってキングがこう呆れてるんだけど、こそこそって背中に持ってってこれを頼むって言ったら、メガネっ子の店員さんが、いやもうブラでしたらこちらがおすすめですよ、おいこら声がでかいって言ってね、あのシーンだけやたら覚えてるのはなぜなんだろうな。でこれは新行先生のこの巻末の漫画にも書いてあったんだけども、舞の衣装あるじゃない、ちょっと派手なやつ、露出の高いやつ、ここの前掛けみたいなふんどしの前の部分があって、そのペッて下の部分のこのふんどしのこの本体の部分が最初赤かったのがその外の色に合わせていつからか白くなってて、俺はトーンの貼り忘れだと思ってたのよ。違ったんだって、作者のこだわりだって。だって白の方が可愛いんだもんって書いてあって、そういうことなのって、やっぱりこの作者スケベ女キャラが好きなんだねってなってね、いいと思う別に、履いてないわけじゃないからいいんだよ。オッケーオッケーオッケー。でもちゃんと負けるからな。戦いもねやっぱり兄弟対決になるとか婚約者同士の対決になるっていうのはやっぱ面白いんだよね。いつからかなのかな、キングが両好きっていう設定どの辺から始まったのかなって。やっぱ KOF 発信の情報って結構あって、例えば上東が急にケツを出して挑発し始めたの KOF からかなとか。でもガロー3の時ってアニメ合わせでキャストが檜山さんになってとか、どこからか輸出してきたっていう設定ってね、結構ね公式の設定ってあやふやなのよ。だからいわゆる少年エース版のキングオブファイターズ94も独自の解釈っていうのがいっぱい入ったのかななんて思ってました。でやっぱり見せ場はテリー対草薙京のやっぱり決勝戦で、本当だったらゲーム上の主人公と漫画の主人公が戦うっていうところなのよ。ちなみにテリーさんは謎のお花屋さんの女の子といい感じの仲になってて、誰お前みたいなのが出てくるんだけども、そこのなんか弟かなんかがちょっと微妙にロックみたいなやつが出てくるんだけど、ロックじゃないんだよ。で花屋のお姉ちゃんはアニメ画廊伝説バトルファイターズ画廊伝説で行くと死ぬから、死亡フラグがってなったんだけども、普通に生きてたね。よかった。でもやっぱり決勝戦の京対テリーの描写っていうのが思っていたテリー像と草薙京像がバッチリ合ってて、何のために戦うんだみたいな話になった時に、強さとは何かみたいなのね、結構戦いながらテリーが京にその言葉をぶつけるんだけどね、今はいいって、眩しいスポットライトの中にいるからって。それがちょっとでも外れた時とか妥協とか敗北を知った時に逆境からどう立ち上がるかで力と強さの違いっていうのが分かるんだみたいなの言って、最後テリーが勝利するんだけどもね、そっか。草薙京って確かその後嫌いなもの努力なんだけど、芸につかなんかにオロチナギ止められてクソって言って初めてめっちゃ努力した結果無式を覚えるっていう。でも95の時も琴月ってあれ初めて努力した結果身につけた技じゃなかったかな。合ってんのよ。でちょっとアウトロー気味だった草薙京が初めてそのヒーロー前とした行動に出るようになるっていう。そして出てくるんだよライバルが、八神伊織がね。もちろん新行寺先生版の94の巻末のおまけ漫画にちょっと伊織が出てくるのよ。めちゃくちゃ悪い顔で、いや多分新行寺先生知らないんだろうね。すごい女性人気がキングオブファイターズ出て、京と伊織の組み合わせで普通にめっちゃ悪い顔して、三白眼じゃ効かないぐらい八神の目つきが悪くて、いや面白かったな。でもあれ合ってんだよな。好きでした。そうクラスの中でも急になんかクラスメイトの女の子がゲーメストを買い始めてて、京様って言い始めて、そんなに草薙京好きなんだって言って、それで中学の時の遠足かなんかでゲームコーナーがあるところに行った時に、その持田さんって言ったかな、ヴァンパイアでボコボコに倒してしまって格ゲーやめちゃったんだよね。わざと負けとくんだった。もったいないことしたな。俺はハイスコアガールみたいな運命はたどれなかったよ。いろいろあった。でアニメの話がちょっと出ましたけども、これ大張監督に聞いた話ですごいそうなってほしかったなってあって、画廊のアニメサムライスピリッツのアニメってきて、キングオブファイターズのアニメスペシャルの企画が動いてたって聞いたのよ。それこそチームによって作画監督も違って絵も違うみたいなね。画廊チームは大張さんが書いてとかね、超見たいやんそんなのって思ってたんだけどね、実現しなかったって。残念。もう早くバトルファイターズ画廊伝説とあと劇場版が全部入ったブルーレイボックスを出して KOF のアニメ見たいな。
まあその後出たけどね、ゲームの特典かななんかであったけども、特典だから配信専用のやつのアニメがあって、ちゃんとテリーが橋本さんが当ててるやつがあったんだけども、大張監督のやつ見たいな。そんな期待も込めてですね、草薙京、憧れのキャラの話をしましたけども、実は私草薙京を演じたことがあるんです。実写版の吹き替えの話かな。いいえ、草薙京を吹き替えたことあるんです。どれかは言えないんですけども、その時やっぱ言ったんですよ。オリジナルキャストから変える意味って何ですかってね。いおりはちゃんと安井さんだったし、その時めちゃくちゃ言ったんだよね。その後また多分俺の予想だと仕切りがまた変わったから、東北新社さんかなんかに変わったから、前野くんとね、それこそいおりは星野くんに変わったんだけども、星くんがすごいやっぱり安井さんといおりへのリスペクトの深い人で、安井さんの芝居もリスペクトした上で星野くんとしてのいいいおりになったんだよな。だから今のキャストについては特に不満はないんですけども、僕は当時すごくやっぱ言ったな。オリジナルの人健在なうちは変える意味がわからんって言ってね。だって自分の首絞めてんだよ。でもそれくらい自分が親の声よりも一緒にいた声って言ってたくらいやり込んだ声だから、ネオジオのロムまで買って94、95とずっと今日たちと一緒に戦った思い入れがあるからこそなんだよね。いや確かに声優としては間違ってるのかもしれないけども、僕は楽しむものとしての正しいを取りました。当時後悔はない。というわけで最後はね、見せてやる草薙の拳をって言って、草薙の剣をって言ってクーンって抜いて実写版じゃなくて、じゃあね、草薙の炎で締めようと思いますよ。見せてやる草薙の拳を燃えろ。チャンネル登録よろしくお願いします。